栓抜きで通話している？栓抜きと通話が単語として結びつかないんですが、この耳ではっきりと聞いたから間違いないっす。何もないところから声が聞こえてきたかと思ったら、ジャミル君、なんか言った？いや、何も言っていないぞ。待って、この栓抜きまさか。ジャミル君、これやばい！ベガ、ゴーレムに。俺、いるから、行こうか？この声って。声を落とせ。それより、ウィンターがお前の宝物を落とした。急いで魔法を解いてくれ。俺、遠くからじゃ魔法をかけ直せないけどいい？宝物は他の二人も持ってる。いいから早くしろ、リエーレ。はーい。なんすか今の。その栓抜きを介して通話をしていたのか？そんなんあり？スマホとか会話ができる魔法道具を持ち込むのは禁止でしょ？失格もんじゃないっすか。確かに通信機器の外部からの持ち込みは禁止だ。だがこれを見ろ。今はただの栓抜きだろう。もしもガラクタで通信できる魔法があったとすれば、それは合法だ。ガラクタで通信できる魔法だと？機能はおもちゃのトランシーバー程度のもの。現代社会においてはお遊びにしか使えない魔法だ。しかしそれが本当だとしたら、このままでは僕たちは絶対にこの戦いに勝てない。確かにわしらが20分に一度しか情報を更新できんのに対し、奴らは即時共有と作戦変更が可能。すでに誰かが調べた空の部屋へ向かうような二度手間が一切発生せん。現に同じ時間で僕たちが集めた石は58個、対する奴らは182個だ。奴らが叩き出している回収効率は我々の 300% 超えです。通信ができるってだけでそこまで差がつくもんすか？誰かが最初に罠に引っかかるとき、時間のロスは絶対に発生してるはずじゃないの？そこは遠隔で罠の解除方法を教えるやつがいると考えれば辻褄が合う。例えば魔法解析や罠の知識が豊富なメンバーに状況を伝えてアドバイスをもらえれば、わざわざ現場に呼ばずとも自力で解除できるだろうからな。おお、そうか。さっき俺たちが出くわしたゴーレムたちだって、リリアさんやクレール君みたいな腕っぷしに自信あるやつを救援に呼べばもっと早く片付くわけだ。さよう。情報がもたらす恩恵は個の力量をたやすく凌駕するものじゃ。なんということだ。我々が必死に走り回り集めた情報や魔法石は無意味だったのか？変化球チートスキル一つで無双する展開、現実にあるんだ。もう敵の台座の前で待ち伏せして魔法石を全て奪うしかないんじゃ。でもそれはさすがに一か八かすぎるよな。先輩方、なんで暗い空気になってんすか？全然悲観する状況じゃないでしょ。だってロイヤルソードアカデミーのやつらは俺たちがこの情報を持ってることをまだ知らないんすよ。ああ、しかもその厄介なユニーク魔法の持ち主も特定できている。こちらに聞かれているとも知らず、はっきりと名前を呼んでいたんだからな。間抜けな奴らだ。よし、ならば手袋を投げつけ決闘だ。術者を戦闘不能にしてしまおう。相手が戦闘不能に陥るほどの暴力行為はこちらが反則負けになる。もっと穏便な方法で無力化するがよかろう。そうそう、殴り合いよりずーっと穏便でいい方法があるじゃないっすか。ねえアズール君。おっしゃる通りです、ラギーさん。価値のある宝物を壊すだなんてもったいない。
リエーレ・コーラリア、彼こそロイヤルソードアカデミーを破滅させるための鍵だ。むしろ運は僕たちに味方している。さあいただきましょうか、彼の声を。きつい。リエーレ、待ってよ。オリバー、早く早く、急いで。僕、魔法解析学の成績がいいからこの種目に選抜されたけど、早く走れないんだ。もうだらしないな。君は生まれた時からその素敵な足を持ってるのに、俺が先に行って危ない仕掛けがないかどうか見てくるよ。後からついてきて。わかった。ミナジールにリエーレのブレーキ役を頼まれたけど、あの尽きない体力と好奇心、僕には荷が重いよ。オリバー、すごい場所を見つけたんだ。早く来て。この部屋、見たことがない道具が棚いっぱいにたくさん置いてあるんだ。驚いちゃうだろ。ねえ見てよ、こんな素敵なもの今まで誰か見たことある？本当だ、すごいね。僕でも見たことがないものばっかり。よし、ミナジールに連絡を。またミナに伝えたら絶対遊んでないで真面目に魔法石を集めろって言われちゃうよ。少しだけ見たらすぐに魔法石を集めるから。こんな場所に来れる機会なんてなかなかないよ。お願い、少しだけね。しょうがないな。僕らは君のユニーク魔法のおかげでかなり優位に試合を進められてるからね。本当に少しの時間だけだよ。聞いてる？リエーレ。曲がりくねったキラキラした銀の棒、フォークに似てるけどちょっと違う。こっちは楽器かな。ホーンに似てるけどすごく小さいや。チビホーン？ねえ、これ何だと思う？古代人が使ってた道具かな。なんだろう、僕にもわからない。後でみんなに聞いてみよう。あいつすごく物知りだから。持っていくつもり？それはまずいんじゃ。大丈夫、後でちゃんと返しに来る。飾られてるものを盗むなんてことはしないよ。借りるだけ。あー、これも素敵だ。こっちのも全部持っていきたいのに手が足りない。ねえリエル、今何か音がしなかった？もうこの部屋から出た方がいいよ。落ち着きなよオリバー。俺たちはもうナイトレイブンカレッジよりずっとリードしてる。心配することないさ。そういうことじゃなくて。うわあ！床から急に水が溢れてきた。リエル、逃げよう。分かった。ドアが開かない。閉じ込められた。うわ、何か大きな生き物が。あの背びれ、サメだ。サメ！嫌だ、ここから出して。僕泳げる。まさか陸でもサメに宝物集めを邪魔されるなんて。あ、部屋の上の方に小さい窓がある。あそこまで泳げば逃げられる。オリバー、俺に捕まって。行くぞ。宝物と魔法石が重い。このままじゃサメに追いつかれる。こんな時にヒレがあればもっと早く泳げるのに。石と宝物が欲しいならくれてやる。くらえ。オリバー、この穴から先に出て。ふん。とんでもない目にあった。ごめんオリバー、大丈夫？リエーレ、オリバー、無事か？
通信に応答がないから心配して来てみれば。なんてありさまだ。ごめんミナ。面白い部屋があってつい見たことがない道具が置いてあったからちょっと触っちゃって。まったく困ったやつだなお前は。お前のちょっとした不注意のおかげで二人とも試合続行不可になるところだったんだぞ。ん？お前たち手ぶらみたいだが、集めた魔法石はどうした？ごめん。部屋の中に落としてきちゃった。なんだって？違うんだミナジール。それはリエーレだけのせいじゃない。部屋の中でサメ型のゴーレムに追われたんだ。僕がどうしても逃げられなくて、追い払うためにリエーレが魔法石の入った袋を投げて、それでサメ型のゴーレムだと？魔法石が置いてある部屋のものには触るなという俺の指示を無視して好奇心からのミスで罠を作動させた結果がこのザマか。だけど俺たち自力で逃げ切れたよ。魔法石はまた頑張って集めるから。リエーレ、俺は言ったはずだぞ。今日は試合だけに集中しろって。何度言ったら分かってくれる。また頑張って集めるだって？ナイトレイブンカレッジの奴らだってそこまで間抜けじゃない。俺たちが大幅に奴らをリードしていると知れば必ずその理由を突き止めようとするだろう。そしてもしもこのチームをつなぐパスがお前のユニーク魔法だと知られればお前が真っ先に狙い撃ちされるぞ。奴らはお前が考えているよりずっと手強くて狡猾だ。そんなの俺だって分かってるよ。いいや、お前は分かってないね。バザールに並ぶ珍しい品に気を取られて財布を落としちまった子供も同然だろう。子供？俺はもう18だ。子供じゃない。ならもっと慎重に行動しろ。自分の役割と立場を理解して不用意な真似をするな。なんだよ、ミナジールだって俺より一つ年上なだけなのに威張り散らしてさ。ちょっと二人とも落ち着いて。そうですよ、深呼吸深呼吸。俺はミナの家来じゃない。対等な友達でチームメイトのはずだろ。パパみたいに俺に命令するな。もういい。ミナジールの分からずや。おいリエーレ、落としたのと同じだけ魔法石を見つけてくればいいんだろ。待ってリエーレ、僕も行くよ。放っておいて。一人で行くのは危ないよ。もう二人とも行っちゃいましたね。やっちまった。どうしたんですか？バッチリ決まったヘアスタイルをぐしゃぐしゃにしちまって。リエーレの言う通り俺は本当に分からず屋で世間知らずだ。そんな、ミナジールさんは誰より物知りじゃないですか。物知りだって？友達に対する態度も怒らせた時にとっさになんて言えばいいのかも。そんな子供でも知っているようなことすら知らないのに言われたことだけやっていろ。立場と役割を考えて行動しろ。俺が親父に言われてムカついた言葉と全く同じだ。ディエーレが怒るのも無理はない。頭の固い親を持つ王子同士、言われて嫌なことは分かってたはずなのにな。でもリエーレも反省するべきですよ。うっかりで済むレベルのミスじゃないですし。まあそこはしっかり反省してもらうとして後で言い過ぎたことをちゃんと謝るよ。友達ならそうすべきだろ。ですね。でもあいつのことだからまた珍しいものを見つけたら気まずくなったことなんか忘れちゃうかも。いくらディエーレでもさすがにそれはないだろう。さ、気持ちを切り替えて魔法石を集めに行くか。リエールたちを追いかけないんですか？頭に来てる時に追いかけるのは逆効果だろう。お互いクールダウンすべきだ。俺たちがより多くの石を集めることが一番ディエーレたちのフォローになる。
行くぞ。はい。珍しいものに夢中になって財布を落とした子供か。財布を持ってるだけ昔の俺よりマシだな。